次は薬学っぽい質問に答えていきます。薬学部の中で偏差値などによる偏見や意見がもしあったらぜひ聞きたいです。一般的な話なんですけど、国家試験っていう、どの大学の薬学部であっても同じレベルの国家試験ってものがゴールにあると思うんですけど、その同じゴールを到達するためにはそのスタートが上にあった方が、楽というか、そんなに努力しなくていいっていうことなんですよ。で、私はそのスタートが大学の偏差値のレベルだと思ってて、それに必ず比例するかって言われたらそうじゃないんですけど、基本的にはそうだっていうふうに考えてます。なので偏差値が30とか40とかの、大学でも入れるところはあるんですけど、入るのは簡単かもしれないけど、その入ってからがめちゃくちゃ大変なので、だったら私は受験勉強頑張って上のとこに入った方がいいかなって思ってます。偏差値が下の方の大学とかだと高校の勉強がしっかりできてない子が多くて、入学してすぐに高校の生物とかそういう基礎的な科目の勉強から始まるっていうところも聞いたことがあるんですけど、私の大学はそういうのがあんまりなかったっていうか、もう高校でちゃんと勉強したのを前提で授業が始まってる感じがあったので、そういうのが私は大事かなって思ってます。あと実習に行った時とかに大学名で結構差別されるみたいな話も聞いたことがあって、偏差値が高くない大学とかより一般的に名前が知れてるというか優秀だって見なされる大学とかの実習生の方がよくしてもらえるっていう話も聞いたことがあるので、偏差値が高いに越したことはないんじゃないのかなって私は思ってます。生薬の勉強に困っています。どのようにして生薬を覚えてみましたか？私はこれめちゃめちゃ困りました。とりあえずでも暗記するしかないので、暗記カードを自分で作ってひたすら反復して覚えてました。授業聞いてると先生が何回も同じ単語を言ってたりするので、そういうので覚えたりもしました。サポニンとかフラボノイドとかトリテルペンとかもう何回も先生が言ってるので、だけど私はその先生が何回も言ってるんだけど実際にはどういうものかわからないみたいなのが結構あったんですけど、授業だけ聞いてれば自分で勉強した時にこれ先生が言ってたやつってこういうことだったのかみたいなのが結構あったので、授業をちゃんと聞くっていうのも大事かなって思います。薬理学の勉強法を教えてほしいです。精神系の薬の薬理がめちゃくちゃ頑張った記憶があるんですけど、まず脳の構造が複雑で、脳のどの領域からどの領域に神経が投射してるとか、セロトニンが枯渇したらどうだとか、逆に多いとどうだとか、そういうのがすごい大変だったんですけど、絵を描いて図でわかるように何回も書いて私は覚えました。神経を書いて、こっからセロトニンが出てきて、セロトニンの受容体が必要になってくると思うんですけど、受容体のところもちゃんと書いて、受容体のところにセロトニンがくっついたらこっちに刺激がいってとか、逆にここで神経の伝達がうまくいかないとこうなっちゃうとか、文字を合わせて書いて理解してました。薬剤師になりたくて薬学部へ行かれましたか？もしそうなら薬剤師を目指した理由を聞きたい。私は薬剤師になりたくて薬学部行ったわけではないと思いました。もうやりたいことがいっぱいあって、外国語学部に行きたかったし、経済もやりたかったし、経営とかもやりたかったんですけど、その大学に通ってないといけないっていうのが薬学部しかなかったので、私はその消去法的な感じで選びました。自分より英語ができない人が大学で英語専攻してるのを見て、私は多分英語を専攻しなくても自分で英語を勉強できるだろうし、英語専攻であっても私より英語ができない人はいるだろうって思ったり、あとは私は将来的に自分で会社を経営したいなって思ってるんですけど、経営学部に行っても起業する人はそんなにいないし、経営学部で学んでないと会社の経営がうまくいかないとは言えないし、結局行った学部ってそこで得られるものとか将来的に自分ができることの必要十分条件にならないことが多いなって感じました。だけど薬学
学部だけは必要十分条件になるので、それも理由の一つです。あと単純に薬がなんで効くのかっていうのも不思議だったし、その効くっていうのも面白いと思ったし、あとは科学も自分が一番面白いと思う分野だったので、そういうのでも決めました。薬剤師か製薬会社どちらに進みたいですか？絶対に薬剤師ですね。製薬会社に勤めるのはできないです。薬学部での勉強では暗記系と思考系とでは割合はどのぐらいですか？これは難しいんですけど、暗記を100にすることもできます。ただそれは人によってで、理論を理解してれば答えが導き出せるっていうのもあるので、これは多分人によってだと思います。はい、ということで長くなっちゃったんですけど、質問コーナーを終わりにしたいと思います。いつも質問はインスタのストーリーで募集してるので、よかったらインスタの方をフォローしてくださると嬉しいです。ということでサムでした。バイバイ。